今回レビューする機体は、フライゾーンマイクロ EP ダグラス DC3 エアライナーです。フライゾーン社渾身のマイクロシリーズで、前作 B25 に続いて総発機の第2弾です。軍用機が中心のスケール機の中で待ちに待ったマイクロ旅客機。このダグラス DC3 は1936年就航の旅客機として初めて成功した航空機で、日本で開催されたエアレースにおいて展示飛行したのは記憶に新しいところ。その名機 DC3 をフライゾーンがどのようにスケーリングしたのか見ていきたいと思います。モデルの尺寸はとても正確で、尾翼が 15% ほど大きい以外はきっちりスケール通り。おかげで上半角すらありませんが、プロペラの体系化により主脚は延長されています。カラーリングベースは実在するイースタン航空の機体番号 NC28391 で、アメリカスミソニアン博物館に展示されている機体として有名。クリアパーツを使った操縦席の風防だけでなく、客席の窓までクリアパーツで作られており、毎度ながらフライゾーン社のモデラーは相当なこだわりを持ってスケーリングしていると感心します。スペック。機体重量は実測で 68.7g。このサイズの機体としてはかなり軽量です。サーボ動作テスト。搭載されるサーボは、フライゾーンの SLT 受信機に統合されているマイクロロータリーサーボで、応答速度、トルクともにマイクロ機に必要とされるスペックを満たし、ニュートラルセンターの誤差もほとんどないなかなか優秀なサーボ。エルロンサーボは左右エンジンカウル内に独立して搭載されており、プロペラ風がほとんど当たらない薄いエルロンながら、上下の可動範囲が同じセッティングで、これでロールができるのかなと少し心配。RTF パッケージ付属の SLT 送信機は単なる付属品としてはとても良い作りで、ニュートラル近辺の無反応領域も最大等角のデッドバンドもありません。現在本製品は RTF パッケージのみ出荷されていますが、SLT 方式のラジオを所有してないからと本製品を買い控える理由は、この送信機が払拭してくれそうです。飛行テスト。ワンセルながらツインモーターのパワーはわずか5メートルの滑走で機体を軽々浮かせます。まずはトリム調整。左右反転プロペラのおかげでほぼまっすぐ飛びますね。エレベータとエルロンの微調整を数クリックするだけでトリムが取れました。では、飛行テストに参りましょう。まず、ループから試します。水平飛行からエレベーターだけでループ。ツインモーターによる十分な推力は、ループの上昇時に変なめくれを起こさず、完全にマヌーバが完了するまで余裕の円を描いてくれます。ロールも行ってみましょう。不安に思っていたほどロールレートは悪くないです。もう一度。左右ともロールに変な癖も得て増えてもなく、ごく普通にこなせます。では、低速時の失速特性はどうでしょうか？速度を落としていくと、ラダーの効きが悪くなります。また、全く上半角がなく、翼端に従って細くなる交代型の主翼は、失速域での飛行を不安定なものにするだけでなく、機種上げ状態での水平飛行を、いわゆるコブラ時に翼端失速を起こし、横に逃げるようにロールしやすくなりますが、
プロペラ風が直接当たらないラダーとエルロンがふらつき抑制と失速からの回復を難しくさせているので、飛ばし味としては少し速度が遅めのダクテッドファンのような感覚です。この低速性能からすると着陸の難易度は高めだと思います。さて、まだバッテリー残量があるうちに背面飛行も試してみましょう。速度を上げてロールから背面飛行へ入ります。全然余裕ですね。推力に余裕があるのでエレベーターを当てれば安定した背面飛行が行えます。舵の利き具合も正面の飛行と変わりません。さて、バッテリー残量がそろそろ乏しいので着陸しましょうかね。低速で舵が利きにくくなるのでアプローチは気を使います。EDF のように少し速い速度で進入してエレベーターを引かずにスロットルを抜いて着陸。ちょっとハードランディングですが甲板着陸成功です。最後に組み立て時に参考になる情報を貼り付けておきます。モーター線はこのように赤色のリード線を合わせて差し込みましょう。ラダーのサーボホーンが短く、動作時にエレベーターサーボに干渉するので、このように少し外側へリンケージを曲げると動きが良くなります。